母さん。小次郎さんですね。たった今お母様は息を引き取られました。そんな、昨日まで元気だったのに。私の名は小次郎。2人の息子を持つサラリーマンだ。母の手一つで育ててもらい、その恩も十分に返せないまま母は旅立ってしまった。こちらが死亡診断書です。ご確認ください。死亡診断書とは、人が亡くなった際に医師から発行される書類のことだ。これがなければ葬儀や火葬などの手続きも行えないらしい。ああ、そうか。葬儀をしないとですね。よろしければこの病院と提携している葬儀社がありますが、いかがしますか。よろしくお願いします。父はおらず、妹は今東京にいるので、自分が全てを仕切らなければならない。とにかくまずは妹に連絡し、その後妻にも手伝ってくれるようメールを送る。葬儀社のものです。この度は心からお悔やみ申し上げます。何分初めてのことですので、いろいろと助けていただけますと幸いです。ではご遺体の安置所はお決まりですか。お運びさせていただきますが。実家の方へ。私の家の隣が母の住んでいた実家になります。承知いたしました。仏壇の座敷の部屋にお願いします。それではお忙しいところ恐縮ですが、打ち合わせの方を。打ち合わせですか。葬儀の規模と費用、他にも日時、場所、お母様の信仰や宗派などについてです。宗派については昔からお世話になっているところがあるので、そちらに。わかりました。では葬儀の規模ですが、いかがでしょうか。予想以上に葬儀というのはお金がかかる。一般的なプランでも約200万。オプションをつけるとその分加算されるらしい。母はあまり迷惑をかけたくないからと小さい葬儀を希望していました。こちらの立場でこういうことを言うのはあれなのですが、葬儀は残された方々の気持ちです。例えば少人数の葬儀にしたとして、個人のご友人が後ほどどうして呼んでくれなかったのだとトラブルになることも多いんです。なるほど。無理に大きくしてほしいとは言いません。せめてお母様のご友人まで出席できるような規模をお勧めいたします。わかりました。ではこの一般的な50人から100人の規模をお願いします。こうして葬儀の日時や場所についての打ち合わせも終了。本当に親切な方で、滞りなく話も進んだように思う。明日は友引きの日ですので、葬儀式は明後日にしましょう。友引きの日は友を引くという意味になり、縁起が悪いのでこの日だけは避けるのが通例らしい。次は参列者への連絡を。あれ、おかしいな。忙しかったからか、悲しみが一人になった今押し寄せてくる。まだやることたくさんあるってのに、母さん、どうして急に。葬儀の費用は死亡した母さんの口座は凍結されているため、自分で払う必要がある。あとは参列者への連絡がとにかく大変だった。生前に確認していなかったのが悪いが、とにかく誰を呼べばいいかわからない。母さんと親しかった人を妹と手分けして心当たりのある人伝いにリストアップ。あとは近所の人たちなんかにも声をかけてみた。母が生きていた時に聞いておけばまだスムーズにことを運べたと思うが、仕方ない。本日は母の通夜にお忙しい中お越しくださいましてありがとうございます。今夜は通夜である。もしはお坊さんや参列者の接待も行う。さすがにこれは一人でできるものではなく、妹や妻にも手伝ってもらった。では通夜は以上になります。また後日葬儀式にて。ありがとうございました。葬儀式までに香典返しも考えないといけない。とりあえず来る人を計算した上で香典返しのカタログを注文。あとは供花、返礼品、精進料理などだが、これは葬儀屋さんが手配してくれるみたい。他にはお墓の安置所だが、それは先祖からの縁があるお寺に頼んでいる。お墓一つ建てるのにかかる費用は100から200万。これは後で母の口座から支払うことにした。もろもろの手配ありがとうございます。いえいえ、
私たちは皆様が大切な方とのお別れができるようにお手伝いさせていただくのが仕事ですので。葬儀が始まれば、あとは葬儀屋さんの手順にのっとって進行するためやることは少ない。ようやく母さんにちゃんと別れが言えるよ。葬儀を一通り終えると、次は精進落としを参列者に振る舞うことになる。葬儀を無事に終えたという報告も兼ねて、肉食を解禁する会食という意味があるらしい。今回手配したのはお寿司。ただ、タイは不謹慎に当たるとのことで避けている。今日はありがとうございました。次は四十九日法要になりますね。とは言っても、ちょうどその日ではなくとも休日に合わせていただければ構いませんので。わかりました。よろしくお願いします。これだけ多くの人が母の葬儀に参列してくれた。自分もこれだけの多くの人に支えられて生きているのだと、私は改めて母に感謝をした。